言っとるかすみません、おはようございます。設定はね、何もいじってないんですよ。もう Windows がダメやね。もう買い替えようかな、これを機にな。Mac のがなんかやっぱどうなんかな。もう両方 Mac にしてまうかな。もう一台デスクトップ型の Mac のがいいですか。もう誰か教えてください。もうなんか前は仕事で Windows がなんかで使ってたんですけど、Mac のがいいですか。ごめんなさいね、2回目です。おはようございます。アミジンさんすみません、申し訳ない。ボンの七さんもこんばんは。もう申し訳ない。何もいじってないですよ。本当何もすみません。先ほどの動画は後で削除しておきます。申し訳ございません。4万人ありがとうございましたということで、もう今速攻消したろ。もうほんまもうなんかね、難しいよね。でもね、こういうね、適当なお遊びができるあれを作らせてもらってるわけやからね。今やらんほうがいいな。なんかわけわからんことですよな。今配信してるのを消してしまいそうやね。コンテンツ、ライブ、わからん。まあ大丈夫やね。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。すみませんでした。先ほどちょっと、ガチャガチャっとしてしまって。ほんと設定いじってないんですよね。何にもやってないんですよ。だってもう多分この4日間ぐらいこのパソコン開いてないですもんね。マックイントッシュのあれは使ってるんですけど、Windows のあれは一切やってないんですよ。ねえ。再びこんばんは。皆さん寝てくださいね。僕のばあちゃんは7時半ぐらい寝てましたよ。皆さん年齢若干わかるから、皆さん大丈夫なんですか。今日はちょっとドライブラシでやっていきましょうかね。せっかくやったらね、ドライブラシって何って感じかもしれませんけど、かすらせて書いていくんですね。なんかもうね、今もう本当に言うても若いですもんね、皆さんね。若い。80代が40代に見えて、40代が10代に見えて、30代がもう0年代ちゃうな。わからんわ。もうね、もうスーツコもうちょっと上やった。失敗した今。間違った。お酒を控えながら絵を描くことをお勧めしますよ、皆さんね。失敗しましたね。消したいとこやね。ありがとうございます。コージペインティングチャンネルさん。コージペインティングチャンネルさん、初めてかな。コージペインティングチャンネルさんは、なんか、あれの八百屋さんがコージさんって言うんですけど、それとは違いますよね。ちゃう人ですよね。それだけを祈りたいです。名古屋の幹事長代理をしてくれるんですけど、茶色とね、なんかね、3年もやってますけどね、今んとこは来てないんですよね。若干編集が今ね滞ってはいるんですが、なんかやってはいるんですよね。しゃあないですよね。個展の前ということで、名古屋の方もね、ちょっと楽しいものにしたいと思うと、ちょっと張り切らざるを得ないというかね、感じです。でもこのぐらいの段階で少し構成をですね、考えるというか、画面のですね、よいしょ。もうでも11月も下旬ですね。ありがとうございます。C 松下さん、ありがとうございます。すみません、音ね、もう本当にもうなんか突然バグるんですよ。もうパソコンってそういうもんですからね、もう皆さんね。あれかってそうですもんね。もうしゃあないですよ、もうね。何やったっけ。あれね。あれもしゃあないですよね。何やったっけ。よいしょ。
少し今日はね、ドライブラシという方法を使いつつ、描いていこうかなと。もう本当にこうかすらせながら、キュッ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 と引き締む場所も違っても、形も取ってないです。だから今間違えてたなとかっていうこととかを、比較をしながら見ていってるんですけどね。これ北の国からのロケ地です。はい、北の国からのロケ地のなんかこう多分こう撮影で使った小屋だと思いますけど、僕の大好きな北の国からのロケ地でございます。この辺かな、この辺かな、この辺かなとこう点を。いやー、4万人か。ねえ、10万人とか行ってみたいですよね。皆様よろしくお願いします。今日初めてコメントします。富士山麓の浩二さんですね。ありがとうございます。西さんも、久しぶりじゃないですか。Mac になれると Windows はめちゃくちゃ難解ですが。僕ね、両方だから、もともとデビューはMac なんですよ。もともとデビューは。で、なんかこう、前仕事してた時に、たまたまそこにあったのが Windows やったから、置いてあったパソコンを使ってて Windows にして、で、Windows と Mac を両方使っているという感じなんですけど、ちょっと立ち上げもめちゃくちゃ時間かかるんですよね。Mac はめっちゃ早いですもんね。今 Mac のノートパソコン使ってますけど、立ち上がるのもめちゃくちゃ早いし、昔はよくね、もうやっぱ Windows のがなんか使いやすいなと思ったんですけど、最近買ったノートパソコンの方は圧倒的にめちゃくちゃ立ち上げ早いから、こない早いんやとちょっと度肝を抜かれました。今ドライブラシに興味を持ち始めてとても参考になりますと。そうですか、現地です。先日の好評も西さんそうでしたか。ウェイドリやったやろね。もう作品も多いとねわけわからないようになりますよね。なるべくねこうあんま水をつけずにやってます。26日ですね。これは確実にやりますので、よかったらですね、お近くの方、朝から来るのはね、あの方ぐらいだと思いますけども、朝から来られてもいいですけど、昼ぐらいには多分終わっていると思います。で、僕は2時には出たいと。2時には出たいなと思ってます。それで飛行機でシャーっと帰っていくと。それでうるさいやつが空港でギャーギャー言うてる可能性もあるし、もう空港連れて行くの大変って言ってはったから、もう多分空港までも迎えに来んでよと言ってます。ね、形がこうやってちょっと見えてきてますよね。こうちょっとね、輪郭をあまりくくらないようにする。ここをずっとくくっちゃったんですけど、もうちょっとくくらん方が良かったんですけど、ちょっとくくらんようにするということだけはちょっと意識しながらですね。佐藤輝樹さん。モネより愛好家のモネより愛妻家のそうなんですか。それは素晴らしい。蔵王のあや様おめでとうございます。ありがとうございますと。ちょっとちゃんと読んでなかったかな。焼酎飲んでます。これはですね、広島の方ですね。広島の名前がパッと出てこんだ。NK さんかな。NK さんからいただいた焼酎一升瓶で、はい、ぐいぐい飲んでます。一升瓶からしばき上げていってます。そりゃそうです。一升瓶からしばき上げていっております。ここはもうドライブラッシュというわけにはいかんか。ね、多分現場でこうスケッチするとなったら、もう本当に特にこのもう寒い季節入ってきたらこんな感じじゃないと難しいんちゃいますかね。もう毛先がボソーなってるやつとかを使いながらね。なんか僕らからするとデッサンしてる感じです。デッサンのような、もう鉛筆デッサンのような感覚もちょっと近いかなと。新緑の季節でございました。北海道の富良野でございますね。そうね。赤坂さんも帰宅途中おめでとうございます。もうサンキューベリーマッチ。4万人ありがとうございました。聞こえるようになりましたと。
一昨日ね、公表いたしましたけど、素晴らしいですよね。またね、お会いできたらいいですよね、いつかね。あの辺には僕もちょいちょい行きます。でも、いつも秋には行くんですけどね、秋忙しすぎて行けなかったですね。めちゃくちゃ綺麗ですもんね、あの辺もね、秋がね。おとついはあそこに行ってました。北九州に行ってました。おとつい、日曜日何曜日や今日。もうそれさえ分からないできた。忙しすぎる。今日水曜日やから、日月で行ってました。ありがとうございました。北九州の方がね、もう本当お招きいただいて、ちびっこ大興奮の旅。ドライブラッシュでも簡単に言うと水を少なくしてるだけです。はい。それだけの話です。ね。こういう木ですよね。これ皆さんね、書きすぎないよね、見てると。もっとね、簡単でいいよ。そんなここ書いて、この辺チュッと書いて、キュッと書いて、キュッと書いて、キュッと書いて、ペッ、なんかプーッときた。ラインかな。ペッペッときて、そっとしといて。ね、そっとしといて。ペッとしてパッとしてクッとするとね。絵の具さんこんばんは。絵の具さんね、これね、これね、皆さん、こっちじゃないんよ。それも終わってるんよ。なんていうか。新しく始めてますと誰かがこちらにコメント。ごめんなさいね。ごめんなさいね。皆さんが先ほどの方にコメントくれてるっぽくて。ごめんなさいね。ね、難しいよね。そんなんね。おじさん一人でやってるやからね、なかなかできへんこともね、いっぱいあって、お許しいただければと何でも思います。ね、キュッキュッともうこのぐらいでピッピッとしたてってってなってね、こんなぐらいでピッピッピッってなるんじゃないですか。はい、何言ってるかわからんぞと。ね、何言ってるかわからんぞという感じですけども。いやもう僕もちびネタから絵描こうかな思ったんですけどね、ちょっとこういうね、何万人とかそんなんないから、これやっとかなあかんな思ってですね、急遽今やっております。先ほどのちょっと動画もすぐ消しますので、ごめんなさいね、あちらに何人かコメントくれてて、こんばんはと。気づいてくれたら嬉しいんです。それを削除しようと思って一瞬探したんですけど、なかったですね。ドライブラシ向いてるモチーフなんやろうね。でもなんかやっぱり現場で描く風景じゃないかなと。で、なんか陰影のある陰影が、これちょっと陰影弱いんですけど、陰影のあるなんか建物とか、モチーフというより状況やと思いますけどね。状況。なんかそんな気がしますけどね。状況で、これ例えば現場で描いたら、本当に乾かないですよ。めちゃくちゃ乾かないですよ、絵の具って。笑いますよ。やったことある人ならね、もう本当に多分普段描いてる机で写真見ながら描いてるののね、誰かコメントください。3倍ぐらい難しいでしょ。多分ね、そんなもんですよ。3倍ぐらい難しいはずです。でも3枚ぐらい書いたらちょっと慣れてくるというかね、何枚か書いたら慣れてはくると思うんですけど、初めてやったらもうほぼできないと思います。できたらもう僕はもう仕事辞めます。お疲れした。辞めはしないか。本当そんなぐらい僕は屋外の難しさっていうことを皆さんにね、でもやっぱりそれが醍醐味やと思うんですよね。ね、もちろん写真見て上手に描けるようになってきたらちょっとなんかそういう錯覚に陥って、それはそれで悪くはないんですけど、やっぱね、なんかね、せっかくね、ドライブラッシュは
草や岩、まあねそんな感じに向いているかなとは思いますよ。まあそれぞれがあってなんかあっていいと思いますよ。みちみさん上野でスケッチしたんですが全く乾かなくて、特になこの季節はねもうね多分大体の人はねうおーってなりますよね。そしてストレスとね戦うというね。まあ本当にこれぐらいこうもう冬場のスケッチなんかもう本当こんなもんですよ。でもうね筆跡とかをこう残したりとかして、さなんかねしたりとかして。まあ、一番うまいのはアンドリュー・ワイエスですね。アンドリュー・ワイエスという人がやっぱめちゃくちゃうまいです。あの人ね見てるとなんかこう方法論とかもあんまりどうでもいいっていうのがよくわかります。なんかもう方法論よりもなんかこういう絵を描くためのプランニングとして、をやっている。なんか引っかいたりとかもしてますもんね。あんまり引っ掛けへんななんか引っかいたりとかもしてますしね。本当にこう皆さんね絵が良くなってきましたよね。本当ねそれはすごい思います。こっちゃなと思います。いろんな絵も出てきたっていうのもねすごくいいことやなと思います。本当にちょっと若干色鮮やかにしてるんですけど、やっぱこれぐらいがサイドちょっと画面のサイド上げた方が良かったんですかね。写真とこうあんまり遜色ないような感じが僕はするような感じがするんですよ。こうやって見るとほらねサイドちょっとこうパソコンのサイドいじってるんですけど、なんか YS はちょっと暗い色の使い方がめちゃくちゃうまいなと思うんですよね。なんか本当に黒ではないんですけどなんかねそれがもうすっごい僕はいつもうまいな思っています。なんかこういうねジャガッと塗ったようなねなんか感じのね。今ね本当にもうなんか文化村で学生時代に展覧会見たっていう人はあれ何年だかな94年か5年か覚えてへんけど、今あれぐらいの規模のってないんかな。あれは衝撃的でしたよ。今文化村ってないんですっけ。改修工事中なんですか。なんか当時はやっぱりこうなんかやめちまえみたいなこと言われてた時やったからものすごくこう生きる希望をもろたガッシュという状態にしましょうね。ちょっと白を入れました。なんかこう生きる希望をもらったような感覚になりましたよね。これはなんだっけあれですね。いつもの紙です。キャンソンボードというやつですね。絵の具さん来た。よかった、うまく入れましたね。ごめんなさいねもう本当に、先ほどあっちの方ねごめんなさいねもう本当にもうね、もう分からないんですよ、原因が。なぜ音が突然入らなくなるかとか分からない。もう分からん、もう。分からん。だって何にもいじってないんですよ。パソコン開いてないんですよ、こっちの。なのにですよ。よいしょ。もしなんか質問あったらしてくださいね。もちろん飲んでますけど。そこまでではないので答えれるかと思います。ちょっと青っぽい。もうほとんど色使ってないですね。茶色となんか緑系を何ぼか使ったぐらいかな。白の上にこう鮮やかな色を送ってなかなか難しいんですよね。よいしょ。これなんか黄緑なんかめっちゃ鮮やかなんですけどね、白の上置いたらやっぱ暗なりますもんね。ガガガガガガ。皆さん寝てくださいね。それぞれなんですが、うまい絵といい絵の違いは人の心を動かすことのできるものなんでしょうか。いつか私もそんな
絵が描きたいですってことかな。僕それでなんかね動画多分作った記憶あるんですよね。うまい絵とやっぱいい絵って違うと思ってて、でまあうまいのもなんかこう最近のこう基準値としてはなんかこう写真を上手に写せましたっていうのをうまいと称するかもしれないですけど、まあ、私もそういうこう評価を受けたりすることあって、まあ、自分をね別に褒めてるわけでもなんでもないですよ。でもなんかいい絵ってねなんかちゃうんですよ。でそれは下手でもなんかこう一つ一つに対してそこの差異っていうのはやっぱり責任を取るっていうことが一番大きいんちゃうかなっていうこうもう言い切っていくっていうことなんですけど、僕はなんかそんな風によくこう自分の中ではこう解釈して人にこう伝えるときは、家っていうのは目的があって目的のためにその人自身が、今これが必要やっていうことで画面を作っていって、そこには絵の具とか色彩とかマチエルとかそういうものが必然として置かれ、難しいこと言ってるね。必然的に置かれているかどうかっていうことが僕は大事だと思ってるんですよ。これすごい難しいこと言ってますけど。で、それが、やっぱりこうなく、まあ、ただ、やっぱり上手に描けて、こうね、写真うまく写せたねって、まるで写真みたいや、えへへ、そうでしょ、みたいに風に思ってるだけやったら、ちょっとそこの、いい絵とはちょっと違うような気がして、まあ別にそれは悪いことじゃないんですよ。でもなんか多分、いい絵とか、っていう風になってきた時にはなんか汚な筆やねこれねその辺というのがちょっとですね評価基準になるんじゃないかなと思います。ちょっとこれを少しまあすごくこう曖昧な今言葉言いましたけども、まあ、その辺で自分の定義づけをしていくことが大事だと思ってもうめちゃくちゃ難しいこと言ってるんだから嫌われるんですね定義づけっていうのがすごく大事で、僕もなんかお袋に昔ねこう小学6年生やったと思うんですけど、ピカソって世界一うまいんって聞いたんですよ。世界一うまいんって。だからおふくろが、いや、うまい下手とかちゃうねんでって言われて、なんかすごい怒られたことだけ覚えていて、あ、そうなんや。ピカソって一番うまいわけじゃないんやっていうのをなんかこう記憶をしていて、でそこからなんとなくそのうまいとか、いいとかかっこいいとか、それ、まあ皆さんのこう基準が絶対あるはずで、それはなんかこうね、その中のこう、なんていうのかな、今の総理大臣ってなかなかこう評価されへんけど、支持率20何%ですけど、今日もずっと一日国会質疑を僕好きで、初めてほぼ全編見れましたけど、見てて、言うてることね、そんなに間違えてる気せえへんのよね、僕。でもなんかこう、っていうのが多すぎて、なんかこうやっぱ、伝わらへんねやろなと思って。で僕もだからそういうのを見ながら、こう反面教師にしながら、そのいい絵って何って聞かれたら一生懸命答えるんですけど、今もうまく答えれなかったというお酒飲みです。うまい絵に分けて、いいこと言いますね。芸大卒の YouTuber さん言いました。このね、お茶瓶の講師かなんかしてはる子やね。なんかね、水彩は暗いところから描く方が先生としてはやりやすいですか？それとも描く順番はあんま気にしないですね。ほんと気にしないですね。順番とかはもうほんと状況によって全然変えてるんですよね。でもう本当に僕はこういう書き方しますってなかなか言えない。だからこんだけ画風も多くなっていくしっていうのがあって、今回はもう本当にこうね、完全にこう酒飲んでるおっさんなんですけど、もうちょっとこうね、こういうかすらせて描いていくドライブラシみたいなの見せようかな思って、形の出し方ですね、見せ場の形の出し方だけはちょっと見せておいて、あとはなんかこうで、なんかね、いやなんかね、そこもまた難しいですよね。本当に教えてくれっていつもね、質問ください言うてるくせに全然返せへんっていうね、このうまいね。本当にそれはなんかすごくいいかもしれんね。多分予備校の先生してやったから、多分そこのとこ、例えば芸大に入るんが
うまい絵の中のテクニック的なうまいっていうのもあればね、なんかこうあると思うんですけど、でも入らないんですよね、あの大学って。そこ何かっていうことを多分その動画で伝えてはるんちゃうかな。僕見てないけど見てみよう。菊池くんだったっけね。菊池虹って書いてこうさんっていうかな、まあ、話したことないんですけど、なんとなく名前は聞いたことあるなと、よかったらその YouTube 検索してみてください、ね、ああいう人と僕対談してみたいんですよねなんかね、いろんな日本画の僕と多分同期ぐらいの人も YouTube やってて、多分大学の中で何度か見たなっていう、多分同い年ぐらい、学年同じちゃうかなって、一緒に体育やったんちゃうかなっていう人もなんか YouTube やってて、あ、なんか見たことあるわと思った人もいましたよ。なんかね、皆さんもそういう人見てみてください。笠間日動美術館行ってみるし、僕の絵は多分なかったでしょうね。ごめんなさいね。なんか最近奥谷博先生、の部屋とかね、なんかできたっていうのだけ聞きましたけど、僕の絵は多分出てなかったんちゃうかなと思います。笹葉さんありがとうございます。元気ですか？結構ね、なんかお会いできて、皆さんとねお会いできる。あ、豚毛の筆さっき僕使ってみたか。トム1957さん、こんな時間まで仕事したらあかんすよ。もうね、そういうこうお仕事なんかもしれないですけどね、もう皆さん適当にねやりましょうね。僕はもうね、でもちょっと昼寝した時間が遅かったからうまい酒といい酒は違いますか？わからん。ごめん。おもろいね。渡辺さん面白い。全部いいよね。全部、はい。もうなんかわからん。うまい酒と。あ、ちょっと待って、考えさせて。美味しい酒といい酒。いい酒っていうのは多分こう、なんか良質さみたいな感じなんかなと思うんですけど。なんかこう、まあ一般的な、評価的ななんかかなっていう感じがするんですけど、うまい酒っていうのはやっぱりこう飲む人と料理とで雰囲気となんかいろんなものが相まって、そして臭ければいいっていう感じがもうギリになってるこんばんはね。お母様素敵です。さすがお母様。あ、うちのおふくろね、なんかね、小学生に言うかって思うでしょう。あの人結構ね、辛辣なこと言いよるんですよ。僕中1か中1高校生かな。あんたは胃の中の蛙やって言われたもんねあんたはそんな田舎でうまいと思ってたらあかんねんっていう俺めっちゃ覚えてるもんね。はあって言って、胃の中の蛙って言葉自体を多分その日に知ったぐらいの感じだったと思うんですけど、何どういうこと、蛙って何って思って、カエルって書くの、何これと思っておふくろに言われたのも覚えてます。面白いおかんでしょ。おかんおもろいですよ。おかん元気やで。あれ156まで生きるらしい。俺面倒見えひんでって兄貴に言ってるんですけど、兄貴がおるんでですね、156ですよ皆さん。世界記録出すらしいですよ、うちの袋。考えられへん。孫と走り回れる73歳ってすごいよね。僕走りたくないもんね。そう見ると女性って元気ですよね。よいしょ。ザザザザーと書いてってますね。どうですか、なんかね面白いでしょ。少し水を多めにしたものを少し入れ出してます。特になんか意味はないんですけど、ゆうさん、おはようございますなんですね。すみません、今日は夜やってます。明日は忘年会もあり、明日どうしたらいいのか、明日どこに行こうか、誰か佐賀県大牟田久留米、この界隈で、日帰りで行けるちびっこが遊べるスペース、柳川どっかないでしょうか。もうほんと土日の使い方、明日祝日ですけどね。明日どこか行こうねとかお兄ちゃんに寝る前寝る寸前に言われてパターン寝おりました。もうこの間日曜日行ったやんけって言ったんですけどね。
いいですね。ウィンコンソン新種とかね、カブトムシ取りとかしたいですわ。ご名答、菊池さんです。あ、そうでしょ。なんかね、そのサムネイルぐらい見たような記憶あったなと思って、なんか確かになと思って、なんかいや被ると良くないかなと思ってね。なんかあんまりこう別に見てるわけじゃないけど、なんかこうチラッと一回見たらずっとおすすめ出てくるから。まあ、僕も卒業してもうだいぶ経つから知らないですよね。なんかね、たまによくありますもんね。芸大のこの出身のこの人知ってますか。いやー、もうおじさんもそんな大浦食堂っていう食堂があって、そこのご主人だった人はまあね、学生含めめっちゃ詳しかった。あの人元気してあるのかな、なんて方やったかな。僕なんかも、僕のことなんかも僕より知ってたんですもんね。小峠さんの個展があるんだって言って、なんで知ってるんですかみたいなですね。志保さんもこんばんは。お兄ちゃん隊長ね、一瞬でした。やっぱりね、案の定予想してたんですけど、キャッチ&リリースはしたんですけど、キャッチ&リリースを金曜日にしたけど、土曜日朝、起きてくるのがライブ配信中起きてきたでしょ。で、あれでなんか体調悪いとか抜かしておったんですけど、あれ嘘で、そのままめちゃくちゃ元気で、はい、絶好調。何一つ、もう、弟の方が鼻水垂らしてますけど、弟も元気にしてます。すみません、本当に。だからね、皆さん心配かけまいと、ですね、あんまりあれなんですけど、もう本当そんなんですよ。と思いますよ。という感じでこう土台としてはね、かすらせて作っていきました。あとはちょっと書いていって、ですね、少しちょっとワンチン的なものを持ってこさせてください。やばい、眠なってったやばい、眠なってったじじい眠くなるという巻きですね。札幌来ることありましたらね、いつかね、もう本当に皆さんまめにいろいろチェックしておいてくださいね。僕は突然進出鬼没な、まあでももう横浜と名古屋ですもんね、今年。あとね、それで終わりかな、今年はな。ねえ、それで終わりやったかな。多分そうやと思うんですけどね。あとは忘年会。もう明日から忘年会って早くないですか明日からですかって言って。もう忘年会ですよ。まあね、コロナでできんかったあれがあったからね、まああるんでしょうけどね。だいぶ前に言われましたもんね。来てよって、はいって言って。ありがたいですよね。そうやってね、忘年会も呼んでくださるとね、二次会はあるのかどうか。いつも行くカラオケスナックに行くのかどうかわからない。明日はラブイズオーバーでも歌おうかな。応援フィーフィーラブイズオーバーでも歌えますか。もうなんかワイヤスとかね、もう黒に近いような暗い色がグッグッグッとあるんですよね。まあそれがかっこええんですよね。だからちょっとそんな感じでグッ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 と、外側から形が決まったり、していったりとかしていってます。グッグッグ枝もね、こうギューッとこう一本描くんじゃなくて、隙間から見えてるような感じでグッ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 と引き締めていってます。黒は使ってないですよ。
26日、横浜で、これは確実にやりますので、よかったら来てください。その次の12月何日はちょっと未定です。なぜかというと、もうそこでシーズンが終わる可能性もありますので、よかったら、気になる方、関東はこれで多分、当分行く予定がないので、今んとこですね。関東方面は、これで当分行く予定がございません。で、こういう周りのところとかも、向こうに見える木とかをキュッ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 と、よかったら遊びに来てください。あんまり喋れないと思います。はっきり言うと。おじさん、異常なオーラを出し、集中して絵描いてますので、質問あったらしてください。この前友人にガラルッドという焼酎をもらって飲んでます。うまいのですが、酒に弱いのでちびちびなかなか減りません。NTL アリアさん、こんばんは。NTL アリアさん元気ですか？個展になるといつもね、来てくれるんやけど、この間、絶対来てくれるんちゃうかと思って福岡まで待ってたんですけど、来てくれなかったですね。嘘ですよ。今振りじゃないですからね。もう無理せんでくださいね。ほんとね。もう、去年かなんかの個展多分、コンプリートされた方なんですよ。広島から、佐賀、東京、横浜コンプリートされたというですね。なぜと思いましたもんね。どないしたんすかって。そんな風に僕も言うたような記憶があります。どないしたんすかって。これ北の国からのロケ地を書いております。ロケ地のところに、あった少しドライブラッシュという方法で、かすらせて描いていくことを中心に色は、控えめにしながら描いていってます。よいしょ。でこのぐらいになってくるとやっぱ画面構成っていうのはやっぱ考えてます。途中段階ももちろん考えてましたけど、画面全体を見ながら必要な情報、画面を引き締めるように、暗さとか線的な動静とかね、そういうのを動かしてきます。先週第一忘年会ありました。ね。僕らは色物として呼ばれてるだけなんですけどね。やっぱね、こんな人もおったらおもろいやろうと。そんな感じで呼ばれてんやと思うんですけど。今のところ3つかな。この間、ボジョレ・ヌーボーの会に呼ばれたんですが、あれ何本飲んだんかなっていうか、10リットル飲みましたからね。10人ぐらいで10リットル。ね、頭いかれてますよね。10人ぐらいで10リットル飲みました。そんな人周りにいますか？で、僕が多分一番飲んだという自負があります。なぜなら、そのうち5人ぐらいは前日も飲んでたということで、じゃあ俺が行くわっていうことで、僕がかなり積極的に攻めました。おそらく、鬼高評会の、今週の1回目か2回目がひどい状態だったと思うんですけど、あれは相当飲んだ次の日でございました。もう飲みましたか皆さん、ボジョレ・ヌーボーは。飲めない忘年会苦痛で仕方ないですわ。そうですよね。苦痛でしょうね。もうね、僕本当思うんですけど、なんか、忘年会、どうしたらいいんですかね、あれね。いや、僕らもうなんかね、好きやから、なんか申し訳ない気になりますもんね。そういう場が好きっていう人も中にはいますよね、なんかね。
アホみたいに変わっていくのが好きとかいうのが、飲めなくても好きという人いますもんね。帯先生がそのタイプですよね。いやー、みんなが酔っ払って変わっていくのおもろいわーって言って見てありますまあすごくこう渋い絵ですけども、少し、密度が上がってきたかなと思います。なんかこれだけこう緑と茶色やったらなんか赤系が欲しくなって、赤系かな、ちょっと赤系が欲しくなってくるんですよね。でそういうこうなんかこう赤系かな、なんかちょっとわからんけど青系かもしらんけど、なんかそういうこう全体を見ながらですね、判断できるような力みたいなの、ドライブラシの上にこう描いていくと下の絵の具と溶け合って、また複雑な色になるということも起こってきますよね。まあでもね、飲みすけはよく言いますけどね、飲めへん人はかわいそうやって言いますけど、いやいや、お金貯まるからそっちの方がいいですよ。絶対。もう僕みたいな本格派になってくると、いやいや、どれだけこうね、もうタバコまで吸うてたからもう最低ですよね。逆ですよ、本当に。世の中のために貢献してきたという自負はあるんですが、いやいやいや、それはもう飲めへんにやったら飲めへんで絶対いいと思いますよ。健康やしね。よう言いますもんね。飲めないなんて人生のなんか損してるって。いやもう体が受付になったらそれはもうね、あれやし逆にお金使わんからいいですよね。僕は多分2000万は飲んできましたよ。絶対に。なんか質問してください。仲がいい寄っていくのは楽しいです。取引先と飲むのが嫌なだけ。そうなんや。僕なんかあんまりもう大丈夫なんですよね。もう特に緊張もせえへんし、なんかそれよく言われますわ。なんかすごいですね。ちょっと大丈夫なんですか？ちょっともう全然なんともないわ。ちょっとね、もう思んなかったらもうね、向こうが思んなかったらもうそれで終わりやし、別にもうね、二度と飲むことないんやな思って適当にやってますけどね。そんな気構えてやることもないんで、だから多分また呼ばれるんやと思うんですけどね。社長さんとかからしたら、あれ、こいつなんか全然堂々としとるぞっていう感じなんでしょうね。なんかこうね、偉い人やとか言わんっていうか、そんな気を使わん、それで嫌われるんですけど、そういう人ですね。感覚が鋭すぎるからアルコールは必要ですね。いやいや、こんなん飲んだらあかんですよ。絶対かけないですよ。ね。最初は1000人ぐらいだったと思いますよ、本当。そりゃそうですよ。ね。1年間で4000人ぐらいやったんですよね、確かね。で、それでなんかこう、メンバーシップにしようか否かみたいな考えてたのが2021年の春やと思うんですよ、1年経って。で、なんかこう、いやいや、そんなんでアメリカの人とかからも絶対した方がいいよって言うてくれて、そうなんすかなんて言ってしたら、やっぱり Google さんってね、やっぱりその辺ね、僕の動画最近こう、ライブ配信が伸びてるの知ってました？で、あれ原因は、これ言うたらまたあれかな、お前いらんこと言いやったなってされるかな、前は言うてしまうんですけど、Google のなんかこうおすすめ、Google という、YouTube じゃなくて Google のなんかで僕なんかたまにこう、動画が出てるんですよ。それはなんか僕はわからんけど、要は外部から見られてますっていうのがものすごいこう、多くなってて、だからライブ配信が5000回とかパンパンとこう3日間ぐらいで行くことがあるんですよ。めっちゃすげえと思って。一生懸命めっちゃ作り込んでる動画よりもそっちのが行くことあって、あんま登録者にはね、繋がらないんですよ。持参喋りすぎてね、うっさいわーって多分なってるんでしょうね。という感じで、書いてまいりました。眠くなってまいりました。
アルコールは政府の推奨量で深酒です。どれぐらいですか？これロックで2杯目ぐらいです。チューハイと。はい。ありがとうございます。花江高橋さんも。まあね、まだまだね、ほんともっともっとね、行きたいとこですけどね。まあ特にこう、実はあんまり登録者がどうこうとか、もちろん目安やからですね、あれなんですけど、本来はやっぱりね、視聴回数なんですよ、視聴回数。よいしょ。ショート動画とかはね、あんまもうね、全然あれなんですけどね、視聴回数が伸びてくれる方が嬉しいんですよね。ちょっと最後白入れていきましょうかね。ちょっとまたね、不透明というガッシュということで、ビャン。今日ごめんなさい。一回もこっちの路地のこっちにせんかったね。一回も。ちょっと色悪いね。こっちやめとこう。十分でしょ今日はね。東京ドーム5万人でしょ。昔はなんか東京ドーム実数で言うてなかったから毎回5万5千人でしたよね。全然入ってへん芸能っていうね。昔こうなんか毎回こう嘘ついてましたよね。ちょっと不透明の白とかでちゃんっていうのをやってましたよね。いや、横浜スタジアムぜひね皆さん行ってください。ごめんなさいね。金曜日に試合があって、僕はちょっと土曜日飛行機がですね、本当予約が、もう、連休やから早めにこう予約せんといかんかったから、元々の試合は土曜日だったんですよ。でもいろんなこう都合で、金曜日に1日前倒しになったんですね。だから、本来やったら土曜日に、やりたかったんですけども、先に飛行機とかを取ってたから、今回、横浜の方は、そういうことになって、日曜日に、やることになりました。日曜日がやってるかな？日曜日かな？でも日曜日にね、で、もうこれ、本当にちょっとこう、可能性がなくなってしまったら、要は、マリノスが負けて、神戸が勝つっていうことになったら、もうこれで、今回の仕事はフィニート。お疲れした。ありがとうしたっていうことなので、最後の可能性もあります。まだわからないです。両方勝ったらまた持ち越します。マリノスが勝って、神戸が負けたら逆転しますが、まだ優勝ではないです。すごくややこしいんですけどね。よいしょ。よかったら、暇な人は遊びに来てください。お近くの方ね。この間もね、長野からとか、伊豆からとか結構遠くからね、来てくださってましたもんね。ありがとうございます、埼玉ありさん。後から不透明の白ですね。途中でもいいんですよ。まあなんかこう下地塗られていて、でその上にこう暗い色の上にこう置いていった方が強く見えるというところはあります。明日お休みやね。お休みがちょっと苦痛やね。どこ行こうってなってますよね。どうしよう。今週はあそこの方にですね、日曜日は北九州、もう大変なんですよね。あれの下関の水族館からもう帰るときに、もうお兄ちゃんがもう一回ホテル戻るんやーちって、ホテル家には帰らんぞ俺はちってね、泣きわめてましたんで、また動画多分作ってますので、よかったら見てくださいという感じでございました。また最後ちょっと書いてて、終わりたいと思います。もう少しね不透明とかで、書いていってもいいかなと思いますが、少しざっくりしたですね、雰囲気と、ある程度書き込んだとことのこうバランスみたいな感じで、見せていくタイプの絵です。よいしょ。
もし質問あったらあと10分ほどで終わりたいと思います。もう1時間程度で終わりたいと思います。もう皆さんね、寝ましょうね。アリアさんのなんかあれですね推奨の狩猟っていうのを教えてほしいぐらいですねそこで我慢ができない、我慢ができないのだおじさんは。一応ね、こうやって絵描けるぐらいから手震えてないから、アル中までは行ってないと思うんですけどね、多分ね、ギリギリね。明日は皆さんどういった感じでお過ごしですか。おじさんは何時か分かりませんが、ちびっことどっかに殿様バッタを捕まえに行くか、もういないんですが、大変です。弟がめちゃくちゃ上手なんですけどね、お兄ちゃんあんまうまくないですよねでも弟の方のバッタをくれと泣きわめたりしてます。少し暗い色で、少し画面を引き締めるように描いていってます。夜やることもね、なかなかないので、もし、初めて見てるという方とかね、遠慮なくコメントください。このコメントくれてる人たち、怖い人たちいないと思います。多分、ちゃんとした人たちが多いと思います。反社会的勢力の人は多分いないと思います。ですね。私人逮捕系 YouTuber でもないと思います。結構僕見てたんですけどね最近いろいろ捕まった人たちがいるんですけど、私人逮捕系 YouTuber っていうのがあってね、ちょっと見てたんですけどね、ああと思って、僕はそういうことしてないから多分大丈夫だと思いますけど大胆かつ繊細を考えています。これからも続けていきます。明日大阪と神戸でパレードがあり、和歌山から知り合いが、そうですか。大阪とあれですか、あの球団ですか。知らんかった。情報として僕の中で一つも入ってないですね。入れる予定もないし、1ミリも興味がないです。あれでしょ、大阪万博かなんかでしょ。僕大阪万博行きたいんやけどな。僕だけなんかな。まあね、賛成反対とかどうでもいいんですけど、皆さんそれぞれでいいと思いますけど、僕ね、個人的にね、ああいうの見たいんですよね。花博とかもなんか行った記憶あるもんな。賛成反対じゃなくても、やるんやったら行きたい。絶対行きたい。そして USJ も行きたい。まだ行ったことないから。皆さん行ったことあります？ USJ。UFJ じゃないですよ。USJ ですよ。USFJ は銀行です。ね。かまいたちさんのネタですよ。ね、喋りながら書いてるおじさん。変なやっちゃな。職場の同僚がアルバイトで展覧会の監視員をしています。先生の話をしたらチャンネル登録ありがとうございました別に無理せんでいいですよ。本当ね、登録者もありがたいですけどね、視聴されたあんま意味ないのでですね、ありがとうございます。もう本当にもうお気持ちで。だからショート動画ってあんまり僕意味ないと思っててね。だからでもなんかね、やるんやったら誰かちょっと頼んでやってくれんかな思ってたりします。監視員の人ありがとう。見てる？絶対見てへんやろ。そうやねんな。僕も飲み屋で登録しますって言うてくれる人いるんですけど、いいっすよっていつも言うんですよ。絶対見えひんからね絶対見えひんやろって言って、いや見ますよって嘘つけんって言ってね。だからそんなんで僕も無理して営業は YouTube に関してはしません。はい、という感じでございました。どう？
酔っ払いの1時間の絵には思えないでしょ。どう焼酎2杯目、もう氷ロックがほぼなくなりました。ストーンブバッターの本当の名前は何ですか？知らん知らん。明日皆さん神戸とあれで御堂筋でパレードありますよ。ぜひぜひもう本当に行かれてください。もう僕もぜひ行きたいなと思うんですけど、ちょっと無理です。本当に行きたかったんですけど、本当に行きたいんですけど、ね、多分飛行機代とか、宿代とか交通費とか出ても絶対行かないですけど、行きたかったんですけど行けないんで、絶対行かないんじゃなくてどっちやね。もう本当行きたかったんですけどね。もう明日あれでしょ、吉村さんも出てくるんでしょ。見たかった。吉村さんも見たかった。松井前知事も出てくるんですか？見たかった。であれでしょ、縦島のあれ一緒にやるんですか？縦島のチームだけでやるんですか？絶対明日テレビつけんとこ。俺絶対つけんとこ。YouTube ももうほぼ見んとこ。Netflix にしとこ。絶対嫌やわぜひ見に行きたいんですけどね。もう明日だけはもう YouTube もつけずに、もう絶対にあれしないですよ。僕はね、明日絶対に。はい、ありがとうございました。もう38年ぶりやから許したろうかなと思いますよ。小学校僕4年生の時にね優勝しましたよ。その時ね、バース掛布岡田牧原からのねバックスクリーン3連発。多分その年に僕は甲子園球場に見に行きましたよ。もう本当に品のいいファンでですね、ライトを守っていた駒田っていう選手ですね。今ジャイアンツの3軍監督してます。若干お顔が長いんですね。お顔が長い。馬だーって帰れーってお前は馬のあれに帰れーとか言うてですね、子供の頃はね大体ね人の悪口言うてはいけませんって習うんですけど、という感じでございました。1985年以来、38年ぶり。やっぱあそこでやっぱり駒田選手、奈良県出身、桜井の出身のね奈良県の選手に対してうまーって言って、ね、帰れーってめちゃくちゃ言うてた人のせいでもう38年間呪われたんだと思います。ようやくその呪いも解けたんじゃないでしょうか。本当ですよ。ライトスタンドで見たんですよ。初めての野球観戦がもう甲子園球場。でもその前に1回見てたかな。南海球場かなんかで。南海球場で近鉄対どっかの試合見に行って、近鉄あれでも小学校6年生ぐらいかな見に行ったんですよね。で近鉄もガラガラです。藤井寺かなあれな、少年野球で一緒に見に行ったんですけど、どないでっか、見に行ったんですけど、帰りに電車で帰るときにホームの向こうに外国人のデイビスっていたんですよ。うわデイビスやーって、うわデイビスーちゅうてですね、多分ねその1週間後ぐらいにねやっちゃいけないお薬をしてね帰国しました。ぜひぜひデイビス、近鉄デイビス1988年ぐらいだと思いますけど、で調べたら多分出てきます。その1週間ぐらい前に僕はホームの向こうにいたデイビスにデイビスーって言って、なんかやっちゃいけないお薬なんですかね、パブロンゴールド S ですかね、なんかわかりませんが、ということで終わりでございます。皆さんありがとうございました。4万人目指せ5万人以上です。お疲れした。終了。